皆様、本日はですね、巻くだけシリーズ第何弾かわからないですが、また相変わらず今回はこちら、佐藤の切り餅、お餅と豚肉、そしてチーズですね、こちらを使って今ちょっと残念だったらみんなね望んでんのはね、こうちゃんのチーズじゃないテ豚もチーズのやみつき蜂蜜バター醤油ダレでいきたいと思います。はい。で、今回ね、お餅、佐藤の切り餅なんだけど、このスリットが入ってるんですけれども、こちらに沿って半分にカットしてください。これね、ここに縦に線が入ってるんで、わかるかな？これに沿って、包丁、ピッとして、で、体重を、で乗せれば、普通にそこまで力なくカットはできるので、こんな感じでお餅を半分にカットしていってください。これはうまいよ。で、餅とチーズの相性って思いのほかいいからさ、お餅がこれで5個分を半分してから 10個、今回のチーズを10個分ですねにチーズ、こちらいつも通り半分にカットして5枚で、こちらも縦半分にカットして、もう袋の上からカットしちゃいます。あ、気持ちいい。で、豚肉を巻いていくんだけど、一応ね、今回もチーズとお餅がとろけてきて、それが海苔代わりになるから、小麦粉とか粉系なしにしようと思うんだけど、剥がれるのが心配な方は軽く振ってくれても大丈夫ですって思ったんだけど、ちょっと振ろうかなと思いまして、今そういえば以前ねコメントにいただいてたすごい便利な粉振るやつがあるよっていうのをお伺いしてて、そちらをね僕見つけたんですよ。なんで今回なくてもいいんだけど使います。これなのかな、多分きっと皆さんがおっしゃってたのはこれだと思うんだけど、これはここで粉すくうじゃないですか。そしたらシャッと蓋して、あとはもうこんな感じで、今回じゃあ小麦粉でやろうと思うんだけど、ちょっとじゃあもう回収だけしとこうかな。これね、もう袋から直接これちょっとじゃあ小麦粉をすくってカチッと、あ、入った。でこれあと振るだけだから汚れることもないし、汚れることもなし、完璧ですね。じゃあちょっと一応じゃあこれを海苔代わりに振りたいと思います。じゃあやっていきますね。はい。じゃあ豚肉、多分ね今回バラなんだけど長いやつにしてるんで、すっげえ長え、すごいな、これすげえやりやすいと思う。とスライスチーズ半分。じゃあもう最初に餅にチーズは巻いてしまって、であとはもう1本巻いていくだけなんで、スタートちょっと餅の上からにして、はい。でもあとはちょっとこれ長いから余分に巻きつつ、これ半分ぐらいでいいかもねこれ長いなあ、でもっていうかすんごい量だけど、基本的にこんな感じで餅を完全にコーティングして、じゃあ最後ちょっとここに、これ最高、映ってる角度で最後これでね海苔付けして、はい、こんな感じで豚でお餅とチーズを巻いてあげて、チーズ。ただちょっとこれ本当に豚肉が長いから、多分普通にこれ業務用スーパーで買ったんですけれども、普通のスーパーにある豚肉だったら多分普通に1枚できると思うんだけど、これ長すぎるんでもう半分ぐらいにカットしても大丈夫だと思います。じゃあ一応もう1回やっておきます。はい。じゃあ餅とチーズやったら、上からちょっと最初上多めに巻いて、であとはもうくるくるくるっと、で最後ここの部分で粉をはたいてあげて、いいね、こんな感じ。いやこれさ無駄遣いしなくて済むね。そうめっちゃいい。じゃあもうこんな感じでどんどんお肉で巻いていきたいと思います。では今ね5個、お餅5個分巻き終わったんだけど、今回豚肉用意したの 400g だったんだけど、一応2枚余りましたね。じゃあこんな感じで全部やったり、一応ねこれ餅5個分入ってるから結構これだけでも十分食べ応えがあるとは思うんだけど、でも餅5個ってちょろいから 1.5 人前分ぐらいはここであると思います。皆さんお好みの量どんどん作ってあげてください。で今回は豚バラを
使ってるので余計なちょっと油をね引かずにいこうかなと思います。で最初じっくり火を通して焦げ目をつけるのは最後で大丈夫なので、最初はまずお肉もね結構分厚めに巻かれてるから中まで火の通りが甘いとちょっと嫌なんでっていうか無理なんで、お餅をねしっかり溶かしつつ中まで豚肉に火を通すために弱めの中火ぐらいでじっくり中まで火を通したいと思います。どうしても不安な方は一通り焼いた後に一回電子レンジでチンとかすれば確実に餅はとろっとなるので、そこまですれば加熱漏れムラとかをねなくすことができると思います。じゃあフライパンが軽く温まってきたのでこの巻き終わりを下にしてどんどん入れていきます。じゃあこうなったらちょっとしばらく放置、しっくり弱火で火を通していきたいと思うのでいじらないで。にしてもこれすごい便利だった。こんなに入れたけどまだ粉がねだいぶ余ってるから、もうほんと少量でよかったね。無駄遣いもなくなるからこれめっちゃありがとうございます。これもすっごくいいです。粉振る時とかによくね僕巻くだけシリーズとかもねやるので、そういう時はやっぱ粉振りたい時があるので教えてくださった方本当にありがとうございます。じゃあまず全体的に軽くこれくらい焼き色、まだほんのりピンクだとしてもいいんで、じゃあついたらじゃあ蒸し焼きにしてもう中まで火を通していきます。でお酒をここでまず大さじ1杯ほど蓋をして、まずじゃあこの状態で弱火になってるので片面まず2分ほどやりたいと思います。でそしたらひっくり返してもう2分では今ね時間的には2分やったらちょっとね餅が飛び出てきてるところもあるんだけど、そこら辺はねいいようにごまかしてで軽くくっついてるの剥がしつつひっくり返して最後焦げ目をつけていく作業ですね。じゃあもう触った感じ真ん中もいい感じに柔らかくなってきてるので、そしたらこちら取り出しちゃいます。ではこれ焼き終わったやつですね。フライパンなんだけどちょっとこれ油とかが浮いてるんでキッチンペーパーとかで焦げの部分と油を拭き取ってあげてください。ではフライパンにまずバター 20g、 今もう余熱で溶けてるんだけど火は止めといていいからね。バター 20g にお醤油を大さじ2杯、にんにくチューブこちらを1センチぐらいかな、小さじ1/2分の1ぐらい、みりんを大さじ1で最後ここに蜂蜜、これをねお砂糖で代用してくれても大丈夫です。とりあえず大さじ1を見て甘さ見ます。もうちょっと気持ち多くても大丈夫かもしれないんでね。ただもし砂糖とかを使う場合は多分ちょっと蜂蜜と甘さの系統が違って結構マイルドな甘さなんで蜂蜜が、とりあえず大さじ1ぐらいは入れていいと思うので、その後はちょっと味見をしつつ甘すぎないように調整はしてみてください。この状態で軽く加熱してみりんのアルコール分飛ばします。じゃあちょっとこれで味見してみてください。じゃあこちらでタレは完成なので、最後絡めてもいいんだけど上からかけるだけでも大丈夫ですね。なので先ほどのこちら仕上がったやつでちょっとお餅がはみ出てるのもいるけども、こちらにこのタレをかけて最後ブラックペッパーを上からかけてあげたら完成なので実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。もううまそうすぎてやばい。淡麗の辛口ハイボール、こいちゃんはノンアル気分ですね。じゃあいただきます。乾杯。ホワイトサワーテイスト。このさ喉越しがうまいわ。じゃあいただきます。超うまそうな。もうでちなみにもうタレはかけて最後にブラックペッパーも見て餅がとろけてますね。食べちゃっていい？いいよ。じゃあいただきます。それ絡めちゃった。餅がうまい。いただきます。ちょっと俺の餅伸ばしていい？待って、餅をそもそも久しぶりに食べたから超うまい。
わこれもうね、もうただただ美味しいんだけど、なんか何をなんか余計なこと言ってなんかこう美味しさが伝えられないかもしれないっていうのが不安になるぐらいうまいこの蜂蜜のコクとこのバター醤油のこの合わさった感じがもう超絶うまい。これ多分巻いて焼くだけシリーズ俺一番好きかも。で多分この巻いて焼くだけシリーズ史上、一番もうこれだけで完結してるというか、もう十分お腹にもたまるから、もう一食で完璧仕上がってる。これおやつにも極上だよね。ガラッと最後ね、いいよ。何蜂蜜大さじ1だけど、甘すぎることとかは全然ないから、全然ね、もうちょうどいい。今ちょうどいい感じ。マジで本当に美味しい。で中のほんともち型、もうもっちもちなんだけど、外の表面はカリカリに仕上がってるから、その食感も最高です。で甘さの中に最後ブラックペッパーでのパンチがちゃんと効いてるから、より甘さもね引き立ってすごく美味しいし、バター醤油に蜂蜜足すだけでこんなに味変わんのっていうぐらい超美味しいです。もうおつまみに最高だね。コクがすごいわ。販売したら 100% 売れると思う。絶対買うもん。屋台とかで売ってたらね、最高だよね。そういうレベル。うまい。みんな絶対作ってみて。これはもうお餅が好きな方、もう豚バラが好きな方、チーズが好きな方全員満足できる味だと思うし、逆にねおやつ代わりでね、ちょっとがっつりしたの食べたいなっていう人もほんとおすすめ。ちょっと俺最後ちょっとだけ蜂蜜。その全然これでいいんだよ。もう完結してるけどね。最近俺蜂蜜ブーム来てるから、ちょっとだけ蜂蜜足してちょっとどれくらいになるかね。だからピザに蜂蜜をかける感覚でしょ。そう最後クワトロフォルマッチいただきます。全然美味しい。全然美味しい。なくて全然十分だなと思うけど、でも全然美味しい。甘じょっぱいって最強だね。ということで本日はですね、焼いて巻くだけシリーズ第6弾合ってるだと思うんですけども、なんだっけ、豚もっチーズ巻きの蜂蜜バター醤油だれでこちゃんに作っていただいたんですけども、本当に僕巻いて焼くだけシリーズ大好きなんですけど、僕これが一番大好きです。本当に美味しい。もうこれだけですごく完結してるっていうのもあるし、やっぱこの甘じょっぱいって最強だなって思った。ね、おやつにもすごくいいし、もうまた明日食べたいなっていうぐらい美味しかった。もうお餅たくさんあるのにあっという間になくなるし、小さいお子さんとかも絶対大好きな味付けになってると思うんで、作ってほしいなと思います。もう正直これ余ったじゃん、タレ。これに餅だけでも美味しいと思う。絶対うまいうまい。そうだね。このタレが本当美味しかったけど、やっぱチーズのコクと豚バラの油のね餅が合わさったら最高なんだよね。マジで美味しい。本当ボンボンいっちゃうから、逆にみんなねちょっと餅なんでね、よく噛んで食べてね。はい、そうだね。で今回こうちゃんがさ、豚バラのやつはさ長くなったじゃん。でその分多くなったんだけど、俺は最初ちょっと多いかなと思ったの。でもお肉感たっぷりのがめっちゃうまかったです。食べ応え抜群だったね。食べ応え抜群で超うまいです。普通のでもいいけど、もし長いのがあったらそれでも十分だよっていうのをね。であとはもうよく焼きでじっくり火は通すんだけど最後に焦げ目つけるところがもう最大のポイントだと思うんで、そこがねカリッとしてめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひねそこまで焼いて美味しくいただけたらなと思います。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。